はい、どうも、てねです。本日なんですけども、毛沢東スペアリブが食べたい。ですね、僕が普段、出前でお世話になっている中華料理屋さんがあるんですけど、そこの中華料理屋さんで、いきなり毛沢東スペアリブなるメニューが急に出てきたんですよ。で、これは何ぞと思って注文してみたら、これが美味しくて、結構な頻度で注文してたんですけど、なぜかその料理屋さん、出前がなくなっちゃったんですよね。なので、もう自分で作りたい。一応毛沢東スペアリブとはっていうところで言うと、スペアリブの唐揚げに毛沢東スパイスって言われるシャンウェイさんっていうお店が作られたスパイスがあるんですよ。それを上からわっさーっとかけた料理。もう想像しただけでゾクゾクしますよね。油が飲みたい。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。では早速なんですけども、今回の毛沢東スペアリブに欠かせないもの、それが毛沢東スパイスなんですけど、この毛沢東スパイスの本家本元のシャンウェイさんのレシピですと、使うものがですね、はい、せーの。こちらから赤玉ねぎ、玉ねぎ、唐辛子、ニンニク、エビ、お肉、香辛料っていう感じみたいです。本家本元ではこれらをカリッカリに揚げて、でカリッカリに乾燥させて、で合わせたものみたいなんですよね。で、実際はこの他にもまだもうちょっと揚げてるものはあるみたいなんですけど、一応こんな感じみたいです。で、僕もこちらの材料たちを使って、何回か試作を作ってみました。作ってみたんですけど、難しいです、これ。火加減を間違えると、ここら辺のものとかすぐ真っ黒焦げになっちゃいますし、玉ねぎも切り方を間違えると、全然カリッカリに揚がらないし。ということで、今回こちらのシャンウェイさんのオリジナルレシピではなく、ちょっと今回谷崎流の毛沢東スペアリブというものを考えてきました。より簡単に、で、なおかつ皆さん誰にでも、ご参考にいただけるように。というわけで、まずは谷崎流毛沢東スパイス、こちらから作ってまいります。それでは本日の毛沢東スパイスに使っていく材料たちを、せーの。こちらからパン粉、赤唐辛子、干しエビ、ニンニク、鶏皮、生姜、長ネギの青きところ、八角、ホアジャ。で、今回の分量が、こちらから 450g、20g、30g、第5株、200g、5枚、2本分適量っていう感じです。で、こちらの干しエビ、ですね、中華の中華材料コーナーに行けばこちらの干しエビも売ってありますし、もしそこでなくても、お好み焼きソースとか売ってる場所に、お好み焼き用の桜エビなんかも売ってると思いますんで、そういったもので使われてください。で、僕はニンニクに狂っておりますので、これだけもりもり使いますけども、もちろんこちらのニンニクの分量、結構下げてもらって大丈夫ですんで。でも、ぜひニンニクは使われてください。理由はまた後ほど。で、今回こちらの材料のうち、大きくここでバスッと分かれます。こっから上が、スパイスの材料というか具材になる子たちです。で、こっちは具材ではなく、今回使っていく揚げ油を育てるための子たちです。これどういうことかというとですね、僕も本家本元のシャンウェイさんのレシピを参考にさせてもらったんですけど、作ってて思ったのはですね、こういったものたちを揚げていくと、どんどん油が美味しくなってくるんですよ。ニンニクの香りがついたり、唐辛子の風味がついたり、エビの風味がついたり、そうやってバリバリに美味しくなった油で揚げた玉ねぎがあれがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。だからおそらくシャンウェイさんも、なんていうか、揚げた玉ねぎが欲しいというよりかは、こういったものたちでめちゃくちゃに美味しくなった油で揚げた玉ねぎが欲しいんだなーって、なんとなくそんな風に僕は感じ取ったので、まずはこういったラー油なんかでも使われるこういった材料たちを使って美味しい油を作って、で、その美味しい油でこういったものたちを揚げて油を美味しくして、で、最後それをパン粉にガンガン吸わせるっていう、そういった手順で作ってまいります。で、一応まだここには出てきてませんけども、これらを揚げて合わせたものに最後にお塩だったりそういったもので塩分調整とかしていきます。よっしゃ、それでは作っていきましょう。で、まず長ネギと生姜はもうこのまま OK として、長ネギの頭は適当にザクザクザクと。続いてニンニク。じゃあ、あとはひたすら皮むいて、じゃあ、あとは半分にカットして、で、今回油で揚げますので、この油で焦げやすい新芽、これはしっかりと取ってあげて、でないと仕上がりが苦くなってしまいますんでね。じゃあ、あとはこちらをひたすらスライス。で、続いて鶏皮。
ちらちょっとだけお掃除して、あとはもう適当。一応この後こちらの鶏皮の油を抽出するような形で、この鶏皮がカッサカサになるまで加熱しますので、なんていうかそれをしやすいように一応意識しながら、じゃあ最後唐辛子、ヘタと種除いて、忘れてたゴム手袋。でちょっとこちらを細かくしたいんですけど、丁寧にされるなら包丁で刻んでもらってもいいでしょうし、ハサミで刻んでもらってもいいでしょうし、ただ僕は握りつぶす。やっぱこれが一番早い。でこちらに今除いた種とヘタ、そこはミルに入れて、でもって新しいものもちょっと追加して、あとはここに高度な文明を与えれば、引き立て一味の完成。正直どんどん溜まっていく一方なんですけどね。ではこれにて、材料たちの下準備は終わりましたので、ここからいよいよモーダクトスパイスの本調理に入っていくわけですけども、まず一番最初は下のこの3つ、この子たちを揚げていくので別にいいんですけど、その後こちらの具材をどの順番で揚げていくかによって全然変わってきます。こちら一番分かりやすいところで言うと、一番最初に唐辛子を揚げると一気に油が赤くなりまして、その後揚げていく具材たちに唐辛子の辛みとか香りとかそういったものがついてきます。で逆に唐辛子を一番最後に揚げてあげれば、辛みはこちらだけでこっちには辛みがつかないので、全然違うものになってくると思います。なので皆さんのお好みに合わせて順番を変えてあげてください。今回僕は結構赤っぽい感じに仕上げたいなと思ってますので、加える順番としては唐辛子、ニンニク、エビ、鶏皮、パン粉っていう順番で考えてます。よし、では作っていきましょう。で今回使っていく油は米油を、500cc ほど、そこに香り付けのための焙煎タイプのごま油、これ3回しくらい。じゃあまず火にかける前にスパイスたち、あとネギと生姜。じゃあ火にかけまして、だんだんパチパチように変わってきたら火加減落として、このアヒージョを作ってるようなこの火加減でじっくりじっくり約15分。では15分経ちましたので一度火を止めて、この子たち一度すくってあげて、で完全に冷ます必要はないですけど、ここでちょっと油の粗熱を取って、ここからが多分一番今回で気を抜けないところです。この後こちらの唐辛子を揚げていくんですけど、唐辛子って結構焦げやすいので、こちらをじっくりじっくりと。でまず唐辛子を加えて、で火にかけて、唐辛子からは目を離さず、だんだんとパチパチしてきましたね。でちょっと色づいてきたらもうこれで OK。 こちら本当に結構一瞬で色づきますので、もう色が入ったらすぐ揚げるような感じで、あとこの揚げ唐辛子の油をよーっと切って、これで唐辛子は完成。では一度きれいにしたフライパンに、油を戻し入れて、さっきよりも油が赤っぽくなったの分かります？これで今辛みを結構抑えたラー油みたいになってます。なのでもうちょっと辛いのがお好きな方は唐辛子の量を 50g とか 60g とかもっともっといっぱい入れてあげてください。じゃあ続いてニンニク。じゃあこちらも火にかけまして、こう油にニンニクの香りを移すような感じで。で火の通し方はガーリックチップスを作る時と同じで、あまり火が強すぎると中に水分が残ったまんま表面だけ焦げちゃいますんで、優しめの中火くらいでじっくりじっくりと。じゃあだんだんとニンニクに色がついてきましたので、ここからは中火深く見てあげて、何も全員の足並みを揃える必要はないので、カリカリになってきたものから引き上げて、じゃあこちらも油はよーっと切って、でちょっと鍋が焦げついてきたので一度きれいにしまして、で油もきれいにしまして、じゃあお次がエビ。こちらもカリッとしてくるまで。こちらのエビも結構焦げやすいのでご注意くださいね。よし、
し、もうそろそろ OK ですかね。よいしょ。はい、では無事カリカリになりました。じゃあ続いて鶏皮、これをカリカリになるまで。では無事もカリカリになりましたので、こちらを一度引き上げて、これで OK。 ではここに来るまでで、ここまで油が美味しくなりましたので、いよいよこちらでパン粉を揚げていきましょう。というわけで全て揚げ終わったんですけども、これらのうちこちらのガーリックチップスと鶏皮に関してはもう少し細かくしたいので、袋に加えまして、これで準備 OK。 で早速全部合わせまして、ここにお塩で胡椒でウーシャン粉少々で、最後こちらに加える一番大切なもの、クミンですね。で今回ちょっとパウダーじゃなくてシードしかないので、一度こちらを軽くから入りして、いい香りが立ったら一度離して、はい、粉砕玉砕大喝采。これを思うてる倍。今回僕が 20g ですね。皆さんもうちょっとクミン加えた方がいいかもしれないです。ただ僕はもうクミンが今日売り切れなので、今日はこれでいきます。はい、というわけで谷崎流毛沢東スパイス完成。本家本元とは全然違うんですけど、玉ねぎじゃなくパン粉を使ってあるので、ただこれはこれで美味しいですよ。でしかも結構簡単にできますので。よし、ではここから先はスペアリブ、そちらの準備に参ります。それでは本日の主役、スペアリブさんの登場です。今回こちらでだいたい4キロ弱ぐらいしかないので、今回はあれですね、プチ大食いですね。でこれからこちらのスペアリブを、漬けだれに漬け込んで、でその後片栗粉を打ってあげるっていう作業に入りますので、まずはこちらを漬け込んでいく漬けだれ、そちらから合わせていこうと思います。というわけで今回の漬けだれに使っていく材料たちをせーの。こちらから濃い口醤油、紹興酒、ザラメ、ニンニク、生姜、ごま油、一味唐辛子で、今回の分量がこちらから 800cc、400cc、大さじ4、4片適量大さじ4モリットで、こちらの結構量は多くなってるんですけど、全部4で割り切れますので、僕みたいに大量に作らない場合は4で割った数でぜひ行ってください。ではニンニクと生姜はすりおろして、ニンニクはそのまんま、生姜は絞り汁を、あとはこれらを全部混ぜ合わせて、このザラメを溶かすように混ぜ合わせれば、はい、漬けだれ完成。じゃあこちらで豚肉をつけて、で本家本元のシャーウェンさんのレシピですと、結構大きいスペアリブのブロックを使われていたので、このまんま一晩漬け込んでいくみたいなんですけど、今回僕のはそんなに大きくないので、たまに上下を返しながら約30分このまま漬け込んでいきます。ただこの漬け込む際にこういう風に切り込みを入れてあげると、火の通りであったり食べやすさが格段に上がりますので、そこはどなたがこちらを召し上がるかに合わせて皆さんの中でご判断ください。では30分経ちましたので、一度こちらをざるにあげて、ここでみんな大好き片栗粉、こちらを全体にまんべんなく、もうひだひだの間まですり込ませるように。で今のこの状態でまんま揚げてもらってももちろん美味しいんですけど、僕の個人的な好みとしましては、今ちょっと表面が粉々してると思うんですけど、こちらがもうちょっと全体的に馴染んできて、まるでスペアリブが鎧を着ているような感じになって、なんていうかしっとりとしてきたような感じ、そのくらいで揚げるのが僕は個人的に好きです。なのでこの子が鎧を着るまでだいたい1時間ほどちょっと放置
そしてこの間に常温に戻しておきましょう。で、この間すごく暇なので、皆さんに内緒で取っていた今晩のお口の潤い用の鶏ガラスープ。もうお出汁の内容も鶏ガラ、ニンニク、生姜、ネギっていうすごくオーソドックスな鶏ガラスープです。それらのうちこちらの長ネギ、でニンニク、それから首つる。この子たちをサルベージしたところで、はい、ごま油、でお塩、ちょっと薄口醤油、で柚子胡椒。はい、これをダバー。仕上げに唐辛子を飾れば、だしがらおつまみ完成。じゃあ残りのだしがらにはお役御免していただいて、で一度こちらをきれいにこして、あとは薄口醤油、で紹興酒、あとはいつも通りお塩で塩分調整、あとはもういつも通りあとはスープが濁らないようこの卵が固まったのを確認してからこの卵の塊をほぐすだけ。じゃあ仕上げにごま油でごま。はい、これでいつもの。ではこちらも無事1時間経過いたしましたので、ちょうどいい感じで粉っぽさが取れて鎧を着てくれましたね。もちろんこの状態でもうザクッガリッとした食感も生まれるんですけど、もっともっとガリガリがいいよっていう方は先ほど衣漬けに使ったこちらの片栗粉、漬けだれを吸ってちょっと湿気ちゃったこの片栗粉、こちらをもう何と言いますか、これをギュッと握りつけるようにしまして、こんな状態で揚げてあげるともうガリッガリの唐揚げが出来上がると思います。で今回の揚げ時間なんですけど、ちっちゃい方は170から180度で6分くらい。ただこちらのちょっと大きい子たちはまずは150度くらいの低い油の中に一度泳がせて、このまま約5分ほど。じゃああとは火加減を強めて、あと 4,5 分かけて170度へ。よし、じゃあ揚げ終わり。ちゃんと火が通ってますね。はい、というわけで、はい、これにて揚げ終わり。で今回のサクサクでしょうオブザイヤーはおそらくこの子ですね。このしけった片栗粉をベッタベタに塗りたくりましたからね。では揚げたていってきます。最高にうまいね。最高です。であればこちらをいよいよ盛り付けていきましょう。はい、これで毛沢東スペアリブの出来上がりです。では食品にゴー。というわけで無事完成で、今回パパッと作った卵スープなんですけど、今ここでぬくめ直してます。また時が来たら出てきます。よし、ならばいただきます。
やっぱ冬でも揚げ物の後のビールは格別。じゃあまず初手安定の、はい、お口の潤い。で、ここに長ネギの頭を刻んだもの。ぬくもるー。寒い冬にはぴったりですね。もちろんガラスープの素の強い旨味ももちろん美味しいんですけど、自分で取った鶏ガラスープだからこそ出せる素朴でほっこりとするこの鶏ガラスープ、すごく美味しい。じゃあこちらはまたおいおい飲んでいくとして、早速毛沢東スペアリブいきましょうか。ただまずは普通にこのスペアリブの唐揚げとして食べたいので、ちょっと毛沢東スパイスを避けつつ、もうこちらは冷め切って冷え冷えなので、今こちらに持ってきております電子レンジに、はい、いってらっしゃい。もうラップもなんもすることなく。お、いい感じ。では早速。バカほどうめえ。今毛沢東スパイスをちょっとのけてるとはいえ、この中にたっぷりと入れたクミン、その香りがしっかりと映ってるので、カレー風味の唐揚げみたいな、どことなくそんな表情も見せつつ、でもこうしてぬくめ直したので、カリカリ感っていうのはもうどっかに飛んじゃってますけど、それでも全然美味しい。でもって食べかけでごめんなさい。スペアリブで美味しいのってこの骨周りのここですよね。ここを前歯でしごき取りながら、決めた。ちょっと今日行儀悪いですけど手でいきます。これはビール不可避。なんていうかこれ無言になっちゃいますね。食べるのに必死になっちゃう。軟骨部分に関してはまだあれですね。そんなに火を通してないので、ちょっとまだ硬いかな。歯茎持っていかれそう。じゃあお次をレモンをちょっと絞って。さっぱり。第一陣完売。っていうかあれですね、今ちょっと思ったんですけど、しけた片栗粉をギュッギュッとつけたタイプのザクザク唐揚げ、あちらだとレンジでチンしてもまだギリギリ耐えますね。少しカリッとした。でもいいんです。今回のこの毛沢東スペアリブ、カリカリ食感が失われても大丈夫なんです。だってカリカリはここにあるから。何ももう満タイ。はい、では第2陣いってらっしゃい。あとはここに今回の毛沢東スパイスをこれでもかとぶちまけまして、実際これは毛沢東スパイスではなくなんちゃって毛沢東スパイスなんですけどね、パン粉なので。じゃああとはこちらをスパイスごと。
待って、バリうまいんですけど、思った以上に美味しかった。さっきまでの普通のスペアリブの唐揚げの時の戦闘力を15万だと仮定すると、今の戦闘力53万。全然こっちが美味しい。すいません、あともう一個食べたい。本家本元さんの玉ねぎを揚げたものではなくて、ものすごく油を吸うパン粉で作ってるんで、すごく油くどい感じに見えると思うんですけど、全然そんなことないですね。むしろこれがあった方が食欲進む。これはもちろんクミンだったりとかそういった効果もあると思うんですけど、このパン粉一個一個がしっかりと辛みを含んでるんですよね。あとエビだったりニンニクだったり、そういったものを含んでるので、もうこれだけで美味しい。これをお伝えするなら、マーラー味のポテトチップス。ポテトチップスの全部食べ終わった後の袋の中のこれをこうしてる感じ。そんな感じの味わいです。もうこれ最高。これは今日ビール止まらんですね。美味しい。美味しいけど、決して食べやすくはないので、加熱時間なので、骨離れっていうんですかね。身と骨がポロンって外れるわけではないので、もし女性の方に振る舞うのであれば、これはナイフとフォーク必須ですね。これあれですかね。一度こちらを蒸すか茹でるかして、もうポワンポワンのスペアリブの状態にして、でそれから今回と同じようにこう揚げてスパイスバサッってやったら骨からブリーンと外れるでしょうし、食感としてももうちょっとこうファファなると思うんですけどね。でもそうなってくるとこの噛み締める美味しさといいますか、この肉肉しい感じ、これがなくなっちゃってバランス崩れそうな気もする。やっぱこのちょっとジャンキーにこうお肉わしっていうこの感じが美味しいのかな。僕はそう思う。調理法は皆さんのお好みで。すごいな、これ何にでも合うな。もうこれ本当もうそれこそ食べるラー油と同じような感じで冷ややっこにぶっかけてもらったりとか、あと卵かけご飯の上にバッと振りかけてもらったりとか、あとペペロンチーノの上から振りかけたりとか、正直今回あんだけ作って結構な量余ったんですよね。でおそらく今回これ全部のスパイスは食べないかなと思ったりもするので、そう考えたらこちらまとめて作っといて、揚げたパン粉なのですぐにこうしなしなになることはないので、なんというか日頃の料理のなんか1個の調味料としても使えそうですね、これ。でちょっとばかしまだお腹ペコペコなのでちょっと早送り。ちょっとお腹が落ち着いた。
いやでもあれですね、意外とこちら 2,3 個食べる分にはちょっと辛いかなぐらいですけど、やっぱ量を食べていけば食べていくほどなんていうか辛さの蓄積で唇結構ピリピリしますね。軽く汗ばんできた。じゃあこの辺でこちらの鶏ガラスープの中のものたち、はい、いってらっしゃい。というわけでぬくめ直し終了。じゃあまず安定感抜群の長ネギ、物理耐久力ゼロ。次がニンニク、物理耐久力ゼロで、最後が首つる。うまい。でも辛い。柚子胡椒入れすぎた。でもその分ビールに合う。てかやっぱこれ美味しいな。やっぱ部位的にはすせりと同じく首のお肉ですので、ちょっと繊維バッタこうキュッキュッといった食感で、なんていうかこう出し辛感はないですよね。もう十分立派なお酒のあてっていう感じ。というわけでこちら完食。ちょっとこちらのスペアリブもあと2回分くらいですかね。よいしょ。じゃあいってらっしゃい。こちらが今回一番大きいスペアリブですね。で先ほどから手と口周り汚したくないという理由でナイフとフォークに変わりました。言わずもがなでうまい。食べ応えバッチリ。じゃあお次が多分今回で一番オイリーなところ。おお、脂身ぎっしり。まあ当然加熱時間なので脂身トロトロにはなりませんよね。でもまあこれはこれで。じゃああと残りもあとわずかですので、いつも通りじゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。今日はもう自分でも飲みすぎたなっていう感じはあります。もうこの子は本当もう酒泥棒ですね。ので今回こうした毛沢東スペアリブを作ってみましたけども、今回のこちらのスパイス、やっぱり玉ねぎを使わずにパン粉を使ってる分、やっぱこうジャンキー感っていうのは出ます。ジャンキー感は出ますけど、このジャンキー感がまたたまらない。ちょっと手間ではありますけども、なんか休日の日とか少しお時間がある時にね、なんかのご参考になればいいかなと思います。僕はこれすごく好きでした。多分この寒いうちにあと2回くらいは作るかなっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。